皆さんこんにちは、斉藤正光です。今日は私が何年も前からずっと作りたいと思っていたワークベンチを作っていこうと思います。今日作るワークベンチはアメリカの有名な YouTuber Jay Bates さんが作っていたものを参考にしています。彼の作るワークベンチは本当にシンプルでしかも使いやすそうです。彼の作ったワークベンチを参考にして私の工房に合うサイズにカスタマイズしたものを皆さんに見ていただこうと思います。それでは早速始めていきましょう。今回はスプールスの粗材を使っていきます。まずは長さをラフにカットしています。一つのエッジをまっすぐに加工しています。そのエッジを基準にして大体の幅にラフカットを続けていきます。今回すべてを木で作るのでものすごく大量に木を使うことになりました。とにかくカットしてカットしてカットし続けます。工房の横に木が積み上がっていくのが見えるでしょうか。本当に大量の木をカットしました。今度は表面を自動カンナという機械を使ってきれいに仕上げていきます。すべての表面をきれいにしました。次に天板になる材料を選んでいきます。すべての材料を並べて天板の表面に来る材料に節や割れなどがないかということを確認しながら並べていきます。ここで木を接着した後にもう一度自動カンナで仕上げますので、自動カンナを通るギリギリのサイズに接着していきます。接着剤をまんべんなく塗布していきます。面が広いのでかなりたくさんの接着剤を使いました。そしてクランプで留めていきます。クランプにちゃんと接するように少しハンマーで叩いています。かなり大きい材料ですので、できる限りクランプをいっぱい使いました。はみ出てしまったボンドは水をつけたウエスで拭き取っておきます。これでもかっていうぐらい留めていきます。そしてひっくり返して裏側の接着剤もきれいにしておきます。一晩寝かします。天板は3分割にしましたので、これを3回繰り返しました。そして3つ出来上がったら自動カンナという機械でもう一度表面をきれいにしていきます。こんなに重くて大きい材料を自動カンナにかけたのは初めてです。きれいになるまでひたすら表面を削り続けます。3分割になっていた天板を一つに接着していきます。ここまで大きくなると当然自動カンナには入らないわけですから、この接着の後に目違いが起きていたり段差があったり接着剤が残っていては処理が大変です。なので慎重に目違いがないか接着剤のはみ出しがないかということを確認しながらクランプを締めていきます。今の作業台を見るとよくわかるのですが、右側と手前側しか汚れてない、つまりこのぐらいの大きさで良かったということです。今ある作業台はちょっと大きすぎますね。オフカメラで端っこは切り落としておきました。足がつく場所を毛がいています。次に足とストレッチャーになる部分の材料を加工していきます。
材料の加工において直角が出ているということは最も大事なことの一つです。しっかりと確認しておきます。基準面の加工が終わったら、その基準面を使って必要な大きさにテーブル層でカットしていきます。表面の仕上げはまた最後自動カンナで行っています。足とストレッチャーの製材が完了しました。最後に長さをカットしていくのですが、このように太い材料の場合、丸ノコで1回でカットすることはできません。なので一周ぐるっと毛がいていかなければなりません。私はカッターナイフを使ってそこを基準に一周ぐるっと毛がきました。一周回ってきて少しずれているくらいの差で収まりました。その毛がいてある線をもとに丸ノコでカットしていきます。裏側からその毛書き線をめがけてカットしますと、このようにぴったりとカットすることができました。カッターナイフで毛書くと精度が上がるのでおすすめです。次に足が天板と接合される部分をホゾの形に加工していきます。削る部分を間違わないようにマーキングしています。今回は太さの半分を除去してホゾに仕上げていきます。最終的にはこの部分をテーブル層で除去するのですが、大まかにノコギリで除去しておきます。大体で構いません。普通のテーブル層の刃を使うと加工にすごく時間がかかるので、デイドブレードを使っていきます。ホゾの位置と刃の位置を確認したら、フェンスでその位置が毎回同じになるようにフェンスを締め付けます。ダブルチェックは大事なのでもう一度確認しておきました。1回目の加工は毎回同じ位置になるように4本の足すべてを一度に加工してしまいます。ホゾの根元に当たる部分は毎回同じ位置に来てほしいので、ワンパス目だけ4本ともいっぺんにやってしまいました。その後いらない部分は順次加工しました。ではこの足をホゾ穴を掘る場所を毛がいていきたいと思います。でこの単面からこっち側まで、所網の位置に取り付けたいので、それはすでに線が引いてある状態です。でこの幅がいくつかっていうのはもうこの現物が加工してあるわけなので、一旦ここにこちら側は目で見て合わせて両側引けば、これが実際のホゾの穴の実寸になるわけです。でこちら側の面からどれだけこっちに入ったところから穴をスタートさせたいか、ホゾ穴をスタートさせたいかというと、実際こういうふうに組み付くわけなので、この距離ですね、この距離はこの距離分だけこの面から離れていればいいわけですね。となるとこれをひっくり返してぴったりとつけた状態で、ここがスタートのラインになりますね。でかつ今度はこの終わりの位置、どれだけの厚みにすればいいかというと、ハーフラップにしてますので、ちょうどこの私の体手前側の面をぴっちりと合わせた状態で、こ
こに線を引いてやると、それが実際に実寸から開けたここに穴を開ければいいわけですね。このようにすると4箇所ともやれば、もちろん1対1でこの足に対してこの穴というのは、明記しとかなきゃいけないですけど、こうしておけば、全てのほぞ穴に対して実寸で描くことができます。大まかにフォースナービットで除去しておきます。ルーターとガイドを使って画面右側の線を加工しています。直線になるように慎重に加工しています。一度に深く加工せず、浅いパスを何度も繰り返します。手前側も同様に加工し、試しにほぞを入れてみます。まだまだきついですね。入る気配がありません。手前側をもう一度加工します。まだちょっときついようです。あとほんの少しだけ、あとほんの一皮だけ削っていきます。完璧です。ほぞ穴のこの3つの面を加工することができました。裏側からですけど。で、こっちは、ルーターが届かなかったので、手で加工していきたいと思います。ほぞ穴4つとも同じように加工をしていきます。今加工しているのは天板の裏側から、使う時の下側から加工をしています。このように一周ぐるっとほぞ穴の形を加工することができました。表側に同じ形を転写したいので、フラッシュトリムビットというものを使ってそれを写し取ります。先ほどの形をガイドにしてベアリングを沿わせることによって表にも同じ形のほぞ穴を開けていきます。ただいきなりフラッシュトリムビットでやるというのが加工量が多すぎて危険だったので、ジグソーであらかたの加工を終えてからフラッシュトリムビットでの加工に移りました。フラッシュトリムビット長いので使いやすいんですが、一気に掘ろうとすると危険なので気をつけてください。表側から見たほぞ穴です。きれいに加工できていますね。ただし角は丸いので、ここはのみで加工していくしかありません。大変ですが、地道な作業ですが、長方形になるように加工を続けていきます。天板に足が入るか仮組みをしてみます。入りにくいところは微調整をしています。ドライアッセンブリーができたら、この状態で
ストレッチャーをどの位置につけていくか足に移し取っていきます。ストレッチャーを所定の位置に取り付けてクランプしけがいていきます。実際につけるストレッチャーと実際に取り付く位置を確認しながら、そしてマーキングして同じ位置に戻ってこられるように工夫をしておきます。この作業非常に手間がかかるのですが、こうやって写し取っておかないと簡単に足を加工する場所を間違ってしまいます。なのでここで間違うと本当に大変なので、現物を使って丁寧にけがいていきます。ストレッチャーハーフラップジョイントになるように加工をしていきます。続いて足の部分も加工しています。相書きですので刃の高さは変えないで同じ高さになるようにストレッチャーも足も加工していきます。何度か調整し仮組みをしてみます。軽い力で入って摩擦抵抗でそれが抜けないで持ち上がるぐらいがベストです。そして軽い力で抜ける、それぐらいを目指しましょう。もう一度ドライアッセンブリしてみます。今度はストレッチャーもつけてドライアッセンブリをしていきます。問題なければネジでストレッチャーを足に留めていきます。これもあくまでも仮組みです。だいぶ完成が見えてきました。ただ重くて持ち上げるのが本当に大変でした。ちょっとやり方が無謀だったかもしれません。ほとんどの作業が終わりましたので、ここまででルーターで飛び散らかったカスなどを、木くずなどを片付けていきます。そして奥にあった古い作業台を解体していきます。長い間お疲れ様でした。ドライアッセンブリーしてあった天板を外していきます。しっかりと組まれているので、掛け矢で叩きながら外していきます。簡単には外れてくれません。接着剤をつけて本組みしていきます。飛び出していた補助の部分をカンナで平らにしておきます。
仮組みしてあった足にも接着剤をつけて本組みしていきます。飛び出していたハーフラップジョイントの部分もカットしておきます。オフカメラでカンナで平面を出した後、軽くサンディングしておきます。本体部分がようやく完成しました。この後リンシードオイルで軽く保護しておきました。バイスを取り付けていきます。バイスの上面と天板は一つの平面になるようにカンナで仕上げておきます。ドッグホールも開けておきます。ここからは実際に使ってみましょう。バイスで材料を挟むとがっちりと固定されます。がっちりと固定されたものをノコギリで切るのは本当に楽です。安定しています。レッグバイスは今回つけませんでしたが、縦にもなんとか物を挟むことができます。そしてこのドッグホールを使うといろいろと便利なことができます。バイス上面にあるドッグホールと天板にあるドッグホールを使って物を挟んだりすることができます。使い方はいろいろあります。このようにカンナ掛けをすることもできます。本体が重いのでがっちりと安定した加工をすることができます。一気にカンナ掛けが楽になったような気がします。これが私のドリームワークベンチです。長い間作ってみたくて仕方がありませんでした。もちろんこれで完璧というわけではありません。もっと改良するところはたくさんあります。でも自分で作ったワークベンチというだけで満足です。今日の動画いかがだったでしょうか。ワークベンチを作ってから今撮影している時までに1ヶ月ぐらい使ってみているんですが、もう安定したあのようなずっしりと重いワークベンチがあるのとないのとでは大違いだということが本当によくわかりました。もし皆さんも場所と機会がありましたら作ってみることをお勧めします。それと JBH さんが作っている時は簡単そうに見えるなという感じに見受けられました。でもちろん
動画に映ってない場所もあるわけですから大変だろうなということは覚悟はしていました。覚悟はしてたつもりなんですが、それの思っていたのの何倍も大変でした。途中ちょっとやらなきゃよかったかなと思った時もあったぐらいです。でも完成してみるとそれを大幅に超えるほどやっぱりメリットがあるので、皆さんも作ってみてはどうでしょうか。このチャンネルでは木工に関する情報や DIY に関する役に立つ情報を発信していきたいと思っています。もしこの動画ちょっとでも気に入っていただけた方は、いいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。